昔から中居正広の世界仰天ニュースが出演したひろゆきさんが好きな中居さんの番組は、中居さんのね、ニュースの番組で、テレビ朝日かなんかの番組でリアルで共演させていただいたことがあるんですけど、でやっぱりあの人優秀だなと思ったのが、番組っていうのはカメラが回ってる間で作るものであるっていうふうに考える人もいるんですけど、カメラが回るまでの間に共演者と一緒にコミュニケーション一切取らないタイプのタレントさんっていうのもいるんですよ。MC の人とかでも。中居さんの場合ってカメラが回ってない間に面白話とか地元でこんなことあってとかっていうので共演者を和ませて話しやすい環境を作るんですよね。で、その環境ができた上でカメラを回して本番スタートですっていう形になるので、中居さんに対して話も振りやすいしっていうので、ゲストが喋るような環境を前もって作るっていう、どちらかというとディレクター側の動きをするんですよ。なので、すげえ優秀だなと思ったんですけど、やっぱあれですね、英雄色を好むってやつですかいや、優秀な人ってやっぱなんかそうなっちゃうのかね。ダウンタウン松本さんとかさ、ね、中居さんとかさ、なんかやらかすよね、性的な何かを。優秀だけど、性的に弱い人ってあんまりいないの？優秀な人はみんな性的になんか溢れんばかりのエネルギーをなんとかしようとするの。映画業界とかでもさ、有名な監督が性的にやらかすとかさ、ちょっとね、まだ何が本当かわかんないんで、と言われているみたいな話で、どこも決定的な事実が確定しないので、なんとも言えないんですけど、でも、すごいね、ワンチャン9000万、何が起きたかわかんないんで、なんとも言えないんですけど、ただまあ、そういうことがあったんだろうな、みたいな。はい。中居君の件、一発9000万高いと思うんですけど、どう思いますか？僕は3万くらい適正だと思う。何が起きたか分からないので、何とも言えないですね。事実が分かんないので、例えばじゃあ仮になんか猟奇殺人犯的な人で、指を1本ずつ切り落として、で、その後爪を1本ずつ剥ぐみたいなことをやったとかであれば、多分9000万円でも安いと思うので、何が起きたか分からない以上は、それがこう安い高いというのは言えないんじゃないかなと思います。9000万円払って、結局表に持ったら何のための9000万円なんでしょうか？返還請求とはしないですかね？いや、だからもう本当やったもん勝ちですよね、あれは。一応ね、本人じゃないですよ。本人の知人がリークしてるだけなんですよね、文春に。なので、本人に対してリークしたよねっていうので、返還請求をするとなると、裁判やらないと難しいじゃないですかね。結果として、中居君泣き寝入りという話なんじゃないかなと思います。政治と週刊誌や報道機関って繋がってると思いますか？はい。普通に繋がってると思います。ちょうどね、自民党の裏金議員65人が一斉に不起訴になったんですよ。で、大体ね、検察が一斉に不起訴になるときって、芸能人のスキャンダルが出るんですよ。検察というのが日本政府の言いなりになるという組織だったりするんですけど、日本政府の言いなり的に国民が話題をそらしたいなというのがあるときに、割とね、芸能人スキャンダルが出るっていうのがね、よくあるパターンなんですよね。本来であれば、裏金をもらってた65人の自民党議員が不起訴になるのはいかがなものかなっていうニュースにならずなんですけど、でもなぜか芸能人のね、ニュースが今、割と日本では流れてますけど、このタイミングでそれが起こるんだ、ふーんっていうね、誰のニュースだ僕は言いませんけど、っていう形で自民党の議員が不起訴になったということがあまり話題にならずに、なんか他のニュースが流れてしまうっていうね。なぜなんだろうね。これがたまたまであるっていう考え方もあると思うんですけど、たまたまかもしれないですよね。はい。あくまでたまたまかもしれないですね。はい。今、そのジャニーズ事務所のタレントを使うのが良くないよねっていう空気感になって、マクドナルドが使いませんとか、保険会社がタレント使いませんとか、モスバーガーが使うって言ったけど、やっぱり使いませんって言い始めたんですけど、これって、ジャニーズのタレントを使うのが良くないよねという風な空気になったから使わないって決めてるだけなんですよ。本来であれば、2008年かなんかに文春がジャニーズ事務所に訴えられて、結果として、いやいや、ジャニーさん、あんた若い人に性的な嫌がらせしてるじゃんっていうので、ジャニーさん自体が証言して裁判所に認められているんですよ。なので、その時点で、いやいや、ジャニーズ事務所のタレント使うのまずいでしょ。ジャニーさんのところにお金落とすのまずいでしょ。ジャニー喜多川さんっていう人が若い人たちに性行為をしてるというのを隠蔽していて見過ごしていた役員もまずいでしょっていうのは、あの時点でも言おうと思えば言えたんですよ。でも、テレビだったりメディアだったり、CM クライアントも含めて、でもまあまあ、あれはもう終わったことだから、いいんじゃないのっていう空気を作ったんですよ。それは多数が正義を決めるから。なので、裁判の判決を見たら、いや、明らかにジャニーさん悪いよね、なんですけど、でも裁判の判決によって正義が決まるわけではなく、皆さんの空気で決めるよねっていうのが日本なので、結局、
ジャニーさんは性加害をし続けたんですよ。いや、僕もね、あの裁判以降、性加害なくなったと思ってたんですよ。フォーリーブスの北浩二さんとか、性加害がありましたって本を書いてる人がいて、裁判にもなって、性加害をやってましたって言って、いや、裁判所で認められたからもう終わっただろうというふうに思ってたんですよ。したら、カウアンさんとかが、あれ以降もやってますみたいなのが出て、マジかよっていうので、僕、驚いた側なんですよ。でも、どうやら、やっぱジャニーズ事務所の人は、それ分かってたんですよね。性加害をやった人って、ジャニーさんだけじゃないんですよ。マネージャーもやってるんですよ。ジャニーさんの性加害の事件が起きすぎたせいで、小さなニュースとして流れちゃったんですけど、ジャニーさんがやってるんだから、俺がやってもいいじゃんって言って、マネージャーで未成年の男の子に手出した人もいるんですよ。文春が突撃取材をして、それまずいでしょって言われたらちゃんと認めてるんですよ。性加害を若い子にやってて、タレントのリーダー格の人に、いやいや、それやっちゃダメでしょって言われてるっていうのも確かにそうだよねと思ってるっていうので、なので、マネージャー自身も認めてる。要は組織ぐるみなんですよ。たまたまジャニー喜多川さんがやっちゃったっていう事件というより、これはやってもいいよねという組織になった結果、マネージャーが手を出すっていうのも一件見つかってるんですよ。で、これが本当に一件だけなのかっていうと分かんないじゃないですか。っていうのもあるので、実は組織的にそういう行為が進んでいたよねっていう中で、知事が入って、国連の人権委員会とかが来て、性加害がありましたって認めて、もうジャニーズ事務所が認めた以上、性加害はあったんだよ。正義というのは多数決で決めるっていうのは日本がやってるのはおかしいなと僕は思うんですけど、ただ日本ってそういう国です。これからジャニーズやタッキーの時はどうなると思いますか？いやー、ジャニーズは多分持たないんじゃないかなと思うんですけど、結局そのテレビ局が反応してしまったので、ジャニーズ事務所を使うのに理由が必要になっちゃったんですよね。今まで何の問題もなかったんですよ。本質的に性加害をした事務所を使うのはいかがなものなんですかっていうのは本質的な問題としてあったんですけど、結局それに関しては触れないということで問題ないねって表面上やってきたんですけど、こういう問題が起きて事務所が認めてしまってテレビ局がそれにリアクションをした以上、キャスティングされてる人はそのまま使い続けると思うんですけど、果たしてジャニーズ事務所のタレントの冠番組を今作ることはどうなのっていうのを社内で企画会議に上がった時に、ジャニーズ事務所のタレントの冠番組を新しく作らなくてもいいよね。他のお笑い芸人でもいいよねっていうところに多分張ってしまうんですよ。その結果、ジャニーズ事務所のタレントの冠番組が新しく作られるというのはだいぶ減ると思います。もちろんめちゃくちゃ人気のあるところが深夜でやってくれるんだったら全然やってくださいっていうところもあると思うんですけど、ゴールデンとかでやるんだったらちょっとリスクあるよねっていうところだと思うので、要はスポンサーがいきなりおりますっていう可能性もあったりするので、なので結構厳しくなるんじゃないかなと思いますけどね。ただ、多分頭が悪いだけだと思うんですけど、ジャニーズの被害者の人の会が国も関わって解決してほしいみたいなことを言い出し始めたんですよ。で、あれは本当に大きな問題として解決してほしいっていう意味で、深い意味がなく言っちゃった頭の悪い発言だと思うんですけど、国が関与するっていうことは税金を払えってことなんですよ。税金で俺たちを救済しろっていうふうに言い出し始めたっていうことなんですよ。で、いやいやいや、知らんかなって話なんですよね。もちろん被害者がかわいそうだよねとは思うんですよ。でも、それ、俺がお金払わなきゃいけないのって話じゃないですか。私がお金払うことなの？大きな問題だし、解決をし、第三者が待ってほしいっていう意味だと思うんですけど、ただそれを国が関わってほしいって言っちゃった以上、税金で俺を救済しろという意味だと取られてしまうんですよ。いや、だから本当にそういう意図はなくて純粋に頭が悪いだけだと思うんですよ。でもそう取られてしまうようなことを言ってしまったっていうのが、僕はいやいやそれは言っちゃダメでしょっていうのがあるので、被害者側もそっち言っちゃダメだよねっていう。悪気はないし、多分そういう意図ではないと思うんだけど、被害者側もちょっとアドバイスをする人がいないというか、頭の悪い人が動いちゃってるなというふうに僕は思いました。最近、証拠のない性加害疑惑が話題になっています。こういった話題に対して加害者とされる側が気をつけるべきという人がいますが、そのまで同意している意味で後から断れませんでしたと言われても、そんなメンタリストじゃないし、やっぱりねえだろうと思ってらっしゃると思いますか。いや、多分そうです。言ってることは正しいです。後から言い出されたら、言い出されたもの負けという時代なんですよ。なので、性欲の強いやつは死ぬ時代です。これね、多分ね、
どちらが正しいとか、こうした方がいいよねではないんですよ。社会システムがそうなってしまった以上、性欲が強いやつは死にます。で、同意書にサインしてもらいましょう。これもね、多分アウトになります。時間の問題で。その時は相手が立場が強かったので、同意書にサインをしてしまったんですけど、あれは間違いでしたっていうのを認めるという法律があるんですよ。AV 新法と言われてるやつで、20歳を超えている女性が AV に参加します。契約はこういう契約です。いくらもらえますっていうのをサインしたとしても、それを覆せるという法律になったんですよ。なので、同意書にサインしたとしても、20代の時は同意書にサインしてたんですけど、30になってから、いや、やっぱりあれは違うと私は思ったので、撤回しますっていうのも許されるという法律なんですよ。なので、結局同意書があろうがなかろうが多分撤回されるという時代になるので、もう何やっても性欲の強い人は撤回されるので、もう性欲が強い人は殺される。いつでも殺されるっていう、そういう時代になったんじゃないかなと思います。マルトム・テイトさんは被害者がいたからよくないんですよ。志村けんさんがいろいろ女遊びをしてきたんですけど、被害者がいない理由は、金払いめちゃくちゃ良かったらしいんですよね。志村けんさんと何かやると、金払いがめちゃくちゃいいので、文句を言わないっていう。なので、松本人志さんが失敗した理由は、金払いが悪かったから。多分ね、ちゃんとね、10万とか20万とか握らせとけば、そんなこと言わなかったと思うんですよね。結果として損失でいくと多分何億円も損してると思うんですよ、松本人志さん。裁判で和解になってしまったって言うんですけど、でも普通に仕事できなくなったとかイメージ悪くなったっていうのがあるので、そこでなんか数億の単位考えたら、やっぱお金出した方が良かったと思うんですよね。僕、若い頃に友達でたまに飲みに行ってて、その後上場企業を作って、ソシャゲでめちゃめちゃ儲けた会社でアルファベットで G で始まるところの田中さんっていう人がいるんですけど、田中さんがね、週刊誌に載った時に子供を作ってできてしまって慰謝料で払ったのが10万円だったのかな。結婚する気はなかったけど付き合ってるところの中絶費用で10万円っていうので結局週刊誌に垂れ込まれたんだけど、あれね100万払ってたら週刊誌行ってないんですよ。多分その頃グリー上場してたから多分数百億とか下手したら1000億円くらい持ってたんじゃないかな。だからそんな100万出しとけよっていうっていうね、だからそのね、男が性欲がどうこうとかっていう問題じゃなくて、問題は払う額なんですよ。そうそう、だから多目的トイレの渡部さんも、なぜ突っ込まれたかっていうと、1万円だったからなんですよ。あれ10万円出してたら、垂れ込まないですよ。また呼ばれたら10万円もらえるかもと思うから。その関係性を継続したいと思わせる金額を払っていれば、被害者はいないんですよ。でも相手の足元を見て、1万円払って、なんか1万円で安かったわってなると、それはもっと高くつくよっていう話なんですよ。なので、性欲の強いあなた方にもしアドバイスがあるとすると、女性にもし垂れ込まれたくないのであれば、相場よりも高い金を払え。以上です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。